マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。ドラえもんやります。メジャータイトル。何言ってるねん。前に全クリした戦場の狼の方が売れてるんやで。ほな行くで。ドイドイ。これはワープシーン。ほら、あれ言わないと。そういうもん。次元波動中撃出対反撃中薬がちょこそここ。トップを狙い。展開が早すぎないですか？マンホールはすぐに入るもんやで。これは何やってるんですか？ここでギリジャンの練習は絶対やらんとあかんねん。ギリジャン失敗してショックガンゲット。アイアンソード手に入れたようなもんや。わかりにくい。せめて銅の剣とかで例えましょう。ロマンシングサガで例えたらみんなわかりやすいやろ。ロマサガは売れましたが、あのゲーム、武器の印象薄いんですよね。レフトハンドソードやアイスソードは印象に残っていますが、アイスソードというかガラハド。念願のアイスソードを手に入れたぞ。お釈迦にしてでも奪い取る。何をする貴様ら。ところで、この隠しマンホール内は何がありますか？武器やアイスソード？ガーラルソードぐらいじゃな。30秒前にアイアンソード取ったばかりなのに、展開が早すぎないですか？一つ前ののんびり実況、ドラゴンスレイヤー4がめっちゃ苦戦。今回のドラえもんは、マーさんも慣れまくっとる。ここいらで、心地よいスピード感の展開もお届けしたいと思っとるんよ。なるほど、手短に終わらせたい。できたらロディマスコンボイぐらいで終わらせたい。ものすごくこっちの都合ですね。たまには軽い動画も、視聴者さんは求めとるはず。どうなんでしょうね。連射ドリンクゲット。攻撃が2連射になりました。ロマサガでは2ヒットとかないけん。そういう話はファイファンでお願い。いつロマサガ縛り始めたんですか？ファーミリーちゃんがロマサガがわかりやすい言ってません。あれそうやっけ？それは相当、1アップドラ焼き取りに行くんですか？一応。それはいわば寄り道なので、その間に隠しキャラも紹介しておきましょう。そんな思ったっけ？ここ、開拓編で、特定の順番で敵を倒すと、隠しキャラのチャミリが出現します。映画で見たわ。古文、ラーメ、ゴズラ、ユーゴウ、古文。雑魚敵の名前言われてもわからんやろ。その順に倒すと、隠れキャラのチャミリが出現。わからんやろ言うとるのに。取るとドラえもんが15秒間無敵になります。スターみたいなもんか。ほら、出ましたよ、チャミ。思っとったんとちゃう。原作版に近い気がしますね。取ると点滅して無敵です。点滅するところもスターっぽい。15秒は思いのほか長いです。現場からは以上です。こちらは1アップドラ焼きの場所に着いたで。1アップドラ焼きゲット。帰り道も早送るか。ついでに最強武器の現場まで直行しましょう。ついにレフトハンドソードを取りに行く。最終支援のような大事ではありませんが、それでも子供の頃はこれが見つけれんとに、何日も探し回ったもんやで。最強武器なしでボス挑んだり、それでボス倒せなかったりもしましたね。ゼルダのようにマップを探し回ったわ。こんなところに最終試練のマンホールが。早い。突入や。開始3分で最強武器を取りに行く。ある場所知っとるもんね、しゃあなしさ。最強武器、強力チワです。レフトハンドソードみたいなもんやな。左手で使うと強い。強力チワはそのような設定はございません。次はどこに向かうかの？元気キャンディー取りに行きましょう。元気キャンディー？こんな秘密道具ないやろ。レフトハンドソードもありません。アイアンソードにガーラルソード。ドラえもんにもこのゲームにも関係ないことを次々言って、元気キャンディーは認めないってどういう進展してるんですか？いや、子供の頃から、元気キャンディーってなんやねんとか、ずっと思っとったん。それはわかります。その元気キャンディーのあるマンホールに到着です。ドラえもん原作に元気キャンディーないよな。元気キャンディゲット。原作では見かけないアイテムですが、HP 最大値がする。このゲームでは非常に有用なアイテムです。絶対に取り逃がしたらあかんで。では次に進みましょう。ちょっと戻って、どこでもドアでワープじゃ。ほんのちょっと戻ります。謎は深まるばかりの元気キャンディー。まだ元気キャンディで話すことあります？あんだけ原作にないなん言うといてあれやけど。連射ドリンク2個目ゲット。これで武器を3連射できます。あんだけ原作にないなん言うといてあれやけど。同じことを2度言って仕切り直し。うちら別にドラえもん博士でもないし。ドラえもん博士。もし原作にあったら申し訳ないし。それはそう。視聴者さんで見たことある人おったらコメントででも教えてください。教えてくれると嬉しいですね。嬉しい。ゲームの方は都会星から荒野星に向かう地下マンホール。いいペースで進んでいますね。ドラえもんは何回もクリアしたけんな。だいたいほぼ完璧におそらく覚えとる。ほぼ覚えていますが細部は自信がないんですね。ごめんと。ギラーミン撃破。原作ではのび太と1対1の銃での決闘をした強敵、強力うちわで倒してしまってすまん。
スモールライトゲット。ギラーミン復活。雑魚的なので何度でも出てきます。先ほど入手したスモールライトですが、入手してすぐ使えるわけではなく、次の魔境編開始時に、スモールライトを所持した状態でスタートできます。リップルレーザー。そんな感じですね。後ろに戻るか。HP が不安なのでドラ焼きを探しています。荒野生は攻撃激しい系。荒野生に到着。敵すべてが弾を撃つようになり、攻撃が激化しています。非常にスピードの速い、蛇に羽が生えた敵の体当たりは、回避不能と思わせる速度ですし、先ほどの大量の弾をばらまいてくる敵の攻撃は、まさに回避不能。ゲームスピードが速くなったのかという勘違いを起こさせるほどに、スリリングな展開を楽しめます。大量ばらまきの洗礼を受けてしまいましたか。あんなもん見たら避けれんわ。私もそう思います。しかし荒野生、音楽のテンポも速うて、常に緊急、戦闘中、みたいな感じを受けて焦るけど、テンション上がって好きや。テンション上がったところでマンホール。休憩所みたいでこれも悪くない。連射ドリンク、3つ目ゲット。そういやさっき、元気キャンディのこといろいろ言うとったけど、連射ドリンクをすんなり受け入れとんはなんでやろか。本当ですね。むしろ連射ドリンクの方がよっぽど原作にありえない秘密道具なのに。まさかないよね。連射ドリンク。連射ドリンクは名前がゲームしていて、これは絶対にこのゲームオリジナル。と、自信を持ってゲーム派生型の秘密道具だと断定できるので、意識の外にあるんでしょうね。元気キャンディにも、同じぐらいの寛容さを持って接してあげるべきやったな。そうですよ。なくてはならないアイテムなのに、元気キャンディってなんやねん。連射ドリンクは良くて、元気キャンディのこの扱いはひどいです。って禁止じゃないですか。連射ドリンクに夢中になっとったらこんなことに。ばらまききますよ。無理や、無理。これはしょうがないか。お帰りなさい。あとちょっとで元気キャンディやったのにな。惜しかったですね。案外嬉しいタンマウォッチ。5秒間敵の動きは止まるし無敵になるし。とりあえず片付けよう。元気キャンディーはこちら。HP 全開で最大値もアップ。ボスは目前。できればノーダメージで。行きたいですね。ラーメンの位置が当たりそう。玉食らってもた。これぐらいなら大丈夫ですよ。どこでもドア出たけど。隠しキャラを拝みに行きますか。痛恨のマイクで叫びながらここを打ちまくる。レトロフリークにはマイク入力ボタンも実装されています。プログラマー野村さんゲット。ほな、ボス行くで。てっぺんまで登るとボスです。HP 少し削られていますが、問題ないでしょう。次気をつけてください。あいよ。あかんかった。食らっちゃった。思ったより減らされたな。頑張ってボス倒してください。また。半分まで減らされたよ。ボスです。開拓編のボスは、ウルロボ。映画に登場する、戦艦ウルトレインが、人型ロボットに改造されたボスです。そうなの？多分そんな感じ。ボス戦はかなり危険。あと2発の野良エボ射か。まあなんとかするやで。なんなのその余裕。わからんけどいける。配置？いや、倒しました。クリア。のび太を助けたやで。ワークです。ほらほら、ワークですよ。次元波動中撃出対反撃中薬力ちゃこそここ。トップを狙いのワークな。2面スタート。開拓編で取ったスモールライトを、初めから使用できます。連射はできないですが、雑魚敵であれば全て一撃で倒せるリップルレーザー。ものすごく強いので、絶対に手放したくない武器です。ドラえもんが4回攻撃を受けたら、武器を落としてまうんやけど、新たに仲間やアイテムをゲットするたんびに、攻撃食らった時にたまる、武器落としポイントはリセットされるんやで。3回攻撃を受けた後、アイテムをゲットすれば、次のダメージではアイテムは落とさず、1回目からカウントされます。子供の頃はこれ知らんと、あとなんも攻撃食らったら武器落とすんか、全然読めんかったわ。何回ダメージ受けても落とさないんですよね。ほんでここは下に、仲間やアイテムがある隠しゾーン。子供の頃、水の中に入れたりして、とか言うて突っ込んだらほんまに入れた。当時も楽しかったですね。シャワー。とか言って仲間にリップルレーザーを浴びせていました。シャワーっぽいじゃろ。スネちゃまはシャワーのイメージ。仲間が攻撃に参加してくれるん心強い。のび太はピーチ姫のポジションなので。しょうがないなあ、のび太くんは。地形があるシューティング、好きや。何を突然。地形で敵の弾防いだり、はたまた時期がぶつかって押しゃかったり、地形の要素はシューティングを楽しくするやろ。すごい個人の感想ですが、そういった一面もありますね。一面、ムキー。最強装備で壁にぶつかって押しゃかりたい。変わってる。しかし、縦スクロールと横スクロールが交互に織りなすステージ。すごい豪華な作りですよね。このゲームは一面ごとに全然違うゲーム性やしな。使い回しとか考えへん。贅沢な作りのゲームじゃ。
ちょっと今では考えられないですよね。今は周回ゲー多いしな。そうですね。ドラえもんは隠し部屋に突入。二人目の仲間。できすぎか、はたまたしずちゃんか。できすぎおったらもうあいつ一人でええやろ。甲田武史が仲間に。ついでにドラ焼きも飛んでくる。この武史さんは映画版なので、綺麗なジャイアンですね。亡霊は、ジャイアン。ガーキ大将。なのか。天カムテキーノ。オートコーだぜ。止まらない。ノービタ。スネ夫は目じゃないよ。でしょうね。ケーンか。スポーツ。どんとこい。喧嘩か。歌もうまいぜ。どうでしょう。任しとけ。ジャイアンといえばジャイアンリサイタル。仲間になったら、一発なったろうと心に決めとったん。硬いし、ゲームの方では仲間も揃い、もうすぐ1回目のボスです。2面は3ステージに分かれとって、それぞれボスがおる。ボス前にアイテム部屋。あとは何ぼか秘密道具を回収じゃな。開拓編で取っていなければ、この段階はスモールライトでした。女子の赤いワンピースを手に入れた。ひらりマント。マントに見えんことない。だからって女子の赤いワンピースはないでしょうよ。ドラちゃんがワンピース振り回して敵の弾弾くんですか？それはそれでええな。変わってる。ボスです。オロロン岩。原作では、顔のように見えるだけの岩で、オロロン叫んでいると言われていますが、よく調べてみると、岩の穴をいい感じで風が吹き抜け、オロロン言っているように聞こえるだけの、無害な無機物でした。うっそやん。16連射針に溜まってくるやん。合田武史の貫通弾で、なんとか持ちこたえとるけど、スモールライト1本やと、確実に打ち負けとったで。倒せたのでよし。スネちゃまと武史が頑張った。2面の中盤スタートです。音楽が落ち着いた感じに。オロロン岩で上がったテンション。一旦クールダウンでいきましょう。テンションは上がっても冷静さは保ち続きとると自負よ。そうですね。ひらりマントしよう。ここは通路は狭いくせに、敵も弾もめっちゃ多い難所やで。なもんで何回かひらりするけど許してや。それでもにひらりで難所を通過。分岐地点ですが、下の道を選択したようです。なんかこっちが好きなんよ。もはや理由も覚えてない。気まぐれと趣味の問題で下を選択したようです。もはや選択した感覚すらない。ドラえもんの魔境編の2面のここは下に進めと轟き叫ぶ。全然意味わかんないですが、なんかそういうのになんだろうな。ってのはわかりました。上下に目まぐるしくスクロールが変わる。それでもスモールライトが強すぎて、雑魚敵出てきたそばから殲滅やわ。光がくるくる回る敵とか、ショックガンレスト32発当てないと倒せないんでしたっけ？正確な数は覚えてへんけど、普通に倒すんを諦めるレベルやったわ。出ました。元気キャンディーゲット。謎の秘密道具やけど、このゲームでは絶対いるやつ。次のアイテム部屋へ突入。この部屋は後ろの方で入れるけん、スクロール変わるまで不安になるやつ。普通画面の中心越えたらスクロール変わりますからね。元気キャンディー2個目ゲット。欲しいアイテム、変なを挟まんと押しまず出してくれる。話が早くて助かる。テンポ良くていいですね。次の秘密道具も気になるな。次のアイテム部屋を待ちましょう。綺麗なオプションを前に伸ばして、グラディウスっぽい進め方や。劇場版は綺麗なジャイアン。ここの分岐は上が本線。まっすぐ進むと延々ループで、先に進まないのです。子供の頃、すっかり騙された思い出よ。その場を進むのに集中していて、ループしているのに気づかなかったんですよね。途中でおかしいな、とは思っとったんやで。ほなけど、おしゃかったらステージ2の最初からやし、検証できるほどさっきのループまで進める実力なかったし。やっといけた。でループまで進めた時は、そこをループだと疑うことを忘れている。悲しすぎるで。こちらはアイテム部屋に突入。次の秘密道具は何なのか？通り抜けフックでした。これはあれかいな。次の面で使うやつ。その通りです。開拓編のスモールライトのように、魔境編をクリアしたら、次の面で初めから通り抜けフープを持った状態でスタートできます。ボスです。ステージ2のボスは、ビッグロボシップ。攻撃の回転が速いので、目まぐるしいですね。合田武史の弾やったら、2発当てたら倒せるんやけど、うまくいかんで。1億音です。やったで。2面の最後のステージ、バウアン小僧の内部を進めます。バウアン小僧ってのは、これのことね。原作では、内部は歯車などの構造で張り巡らされており、胸にあるハート型の心臓部を回転させ、起動する巨大なロボです。内部は結構狭いけん、ここでも範囲が広いリップルレーザーが大活躍よ。すべての雑魚敵を一撃で倒せるのも効いてますね。仲間の攻撃力はドラえもんの攻撃力と同じになるけん、スネちゃまや合田武史の攻撃でも、雑魚敵は一撃。これ、子供の頃知らなかったんですよね。視聴者さん、
知ってました？知っとると意識が全然違うよな。アイテムは何もなかったで。アイテムは通り抜けフープが最後で、それ以降はアイテムレアに到達すると10万点もらえます。なるほど、そういうことか。スコアラーにとっては絶対逃せんやつやな。ドラえもんにスコアラーいるのかわかりませんが、ここ迫って敵王ってむずい。ヒラリマントにヒラリ消費。にひらり、結構使うてもうたな。おっと、ここも本線上げです。アイテム部屋に入るよう、分かれ道を上に行きましょう。まっすぐ進んだら延々とループしてまう。例によって子供の頃騙された罠です。絶対視聴者さんも騙された人は多いはず。多いはず。こちらの分岐を進むと、アイテム部屋に進めます。マーさんは体で覚えとる。もう一生忘れないやつです。アイテムゲットやけど、アイテムは全部持っとるけん。10万点。その顔久しぶりに見たな。元ネタは、陳勇気で現状が、太郎に10万円のかぶいている服を買ってと言われ、そんなお金ないとビビるシーンです。あの10万円は良いシーンやな。大好きじゃ。ドッタン。前から思ってたんですが、レトロゲ動画において、陳勇気って需要があるんでしょうか？あのジャンプの黄金期を支えた漫画の一つやで、視聴者さんのハートにぶっ刺さりまくりじゃろ。普通もっとこう、ドラゴンボールとか、スラムダンクとか、そういうのやりません？陳勇気の方が好きやけん、しゃあないじゃろ。あのドラゴンボールのフリーザでさえ、太郎のセリフをパクったしな。それ逆ですよね。絶対知ってて言ってますよね。そんなボケかましてるから、アイテム部屋逃しましたよね。すまんです。10万点が。10万点。アイテムレアを許可で逃しましたが、正規ルートはしっかり進む。そこは体が覚えとるけん。ボスです。原作に登場したダブルアンダー大臣の顔です。この辺で撃っとったら柱を抜けて攻撃できるで。雑魚でした。なぜか弱いんですよね。もうちっと歯応えあってもええんやで。バウアン小僧のハットです。触ったらクリアですよ。はい。クリア。お待ちかねのワープです。待ってへん思うで。次元波動中現役出反撃中薬力チョコスここ。とっと狙いのワープな。3面、海底編スタートです。このステージは宝箱の中身次第で、長丁場にもなり、あっさり進めることもあり、運の要素で攻略スピードが結構変わってきます。まずはアイテム集めるで。鍵ないと宝箱開けられへんけん。鍵見つけんと話にならん。通り抜けフープは魔境編でゲット済み、初めから持っています。あとは、鍵、お守り、取り寄せがグッとあります。おっと、幽霊が敵を掴んで持って行ってしまいました。同じ場所に滞在すると幽霊が出現。アイテムを持って行ってしまいます。稀に敵を掴むこともありますが、さっきのはラッキーです。見かけたらすぐに逃げましょう。鍵あったで。これで宝箱開けまくれるわ。早速タコ倒そうタコ。気が早いな。ドラえもんのタコ戦といえば、足を止めて真正面の殴り合い。鍵持ってきたで。宝箱は全部で8個。そのうち3個に仲間。5個はさっきみたいな海蛇が入っとる。仲間全員で力を合わせないと、祈願城の門を開けられません。なもんで、祈願城の先進むために仲間を全員助けるんや。幽霊ですよ。盗まれた。やばい。画面内に。一応とどまってくれた。ですが、持てないですね。壁に埋まってもた。取り寄せバッグ取りに行きましょう。画面内の2つのアイテムを引き寄せる効果や。こちらはお守り。海蛇を倒せる唯一無二アイテム。あったわ。海中からジャンプして取りましょう。裕次郎かよ。深く潜るほど高くジャンプできます。ゲット。画面内のお守りが引き寄せられる。2つ同時に持ち運べます。先ほど開けた宝箱の海蛇がワープしてきました。あいつらは1箇所にとどまるわけではないけん、厄介なんよ。お守りの出番です。当てたら倒せるん。ちょっとかすっただけでこの威力。ドラちゃんも結構ダメージ。ここから本格的に宝箱を開け、仲間を救出していきましょう。持つアイテムは通り抜けフープと鍵や、鍵は言わずもかな。通り抜けフープはないとそもそも通れん道がよけ。こんな感じで道を開けて進めます。それに加え、もしお釈迦になっても、復活場所は通り抜けフープの場所です。ほなけん、いつも持っときたいアイテムなんよ。次も大ジャンプですか？裕次郎とちゃうけど、海底に陽気助走つけて、一気に水面に。ジャンプ。残念、海蛇でした。逃げるしかねえ。ああ。早速ワープしやがった。ちょっと回避しづらい場所ですね。タイミングを待って。いけたで。帰りももちろん通り抜けフープはいる。お化けに盗まれると手詰まりになることも。気をつけるわ。ギギギギギギ。あらあら。わあ。
体力7割持っていかれた。雑魚敵でも底を釈迦クラスの攻撃力ですので、気をつけてくださいね。次の宝箱部屋をフープで開ける。雑魚敵を処理します。これぐらいやったらちょいジャンプでいけるな。仲間、ゴーダたけしやんけ。さらに開けていく宝箱。やってることはセーフ。スネちゃま、魔境編のメンバーが揃いました。そういや隠しキャラも出しとこか。この上を進むと行き止まりですが、ファミコンの痛恨マイクに向かって、ドラミちゃん、と叫びましょう。実は何でも青いドラミが全部のアイテムを集めてくれるで、レトロフリークはマイクボタンもある。ですので、マイク絡みの裏技も使用できます。ほな、宝箱はサローズ。人聞き悪い。海底火山の岩、アイテム出るたびに吹き出す数が減っていくんよ。感じでこの辺から、助走つけての方を。じゃん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 。海蛇でした。無念。続いてタコカリからの鍵や鍵や鍵や海蛇でした。無念。海蛇の駆除なしで宝箱開け散らかしたけん、その辺が海蛇だらけに。ここは何としても越えていかなあかん。下水傷。それでもちょっと前進。道開けたで。取り寄せバッグの回収がギきそうだ。ギギギ。一瞬で7割持っていかれました。次はお願いします。任せよ。根拠なき自信。それでも無事生還。さらにタコ狩りじゃ。海蛇だらけ。吸盤座りながらうつっつうつ。鍵や鍵持ってきたで。海蛇でした。現在宝箱を開けた数ですが、7箱目。つまりすべての海蛇を引き当てました。おめでとう。嬉しない。どこ行っても海蛇が追いかけてくるんやけど、あれから全く駆除できてませんからね。4匹ぐらいの海蛇が常にドラえもんを追いかけてワープしてくる状態。はよお守り取り行こそうしてください。う。のび太助けに来たで。まだお守り持ってない。最後の宝箱。確定でのび太くんです。泳げん設定やけん浮き輪。浮き輪しながら潜水とはかなりの達人。全部やっつけとかんとな。後が面倒ですし。おっし。やっつけたで。一箇所に固まってくれたので楽でしたね。海蛇は全部懲らしめたし、仲間は全員揃ったし、やっとこそ祈願城の扉を開けに行けるわ。仲間全員を祈願城の前に連れてきましょう。全員で力を合わせて扉を開けるそうです。最後の一人。これは劇場版なので、綺麗なゴーダたけし。最も頼りになるやつ。海底編でも仲間の攻撃あったら嬉しかったな。それは嬉しいですね。ついに扉が開きました。念願の祈願城を開いたぞ。しずちゃん救出前の準備。忘れて編で元気キャンディ。 HT の最大値もしっかり伸ばしていきましょう。海底編やと元気キャンディ取った後、ゲームオーバーなってもうたらコンティニューしても元気キャンディのアック値はなかったことになっとる。そんな記憶があるので、祈願城突入間際に取る癖がついています。音楽変わった。最終決戦です。持っていくアイテムは絶対忘れてはいけない。通り抜けフープ。お釈迦場の復活は通り抜けフープの場所。海蛇対策にお守り。あいつを倒せる唯一無二のアイテム。いつもガマ口持ってんな。取り寄せバッグ。なんやかんやで海底編で最も愛される秘密道具。以上です。ボスまでの道のり。荒野星でもありましたが、海底編のここは長さが段違いやで。この辺りで HT 回復したいですね。ところにタンマウォッチ。どら焼きをくれ。さらにタンマウォッチ。思ったように出ない。ダイヤ。敵全滅や。出ました。どら焼きもろた。そこに海蛇。持ち直さんと。お守りあるけん安心や。ちょっと怖かったぞ。当たりそうやったな。この骸骨の数。やばい。押し出された。何度でも復活します。ちょっと準備するわ。フープ置いて。お守りは持ちやすいところに。こんで取り寄せを適当に。これで撃退して進むわ。取り寄せバッグを持ってできるだけ広い場所に回復していくわ。ダイヤ取る。焼き出た。どら焼き回復。避ける。骸骨避けた。そして海蛇。手早くお守りに持ち帰る。懲らしめた。しかし骸骨の数がやばい。こいつら壁通り抜けるんずるいと思います。そういう能力です。最後の海蛇。ちゃちゃっと持ち帰る。ほいや。挑発。ギギギ。削られる。もうボスやのに。回復しないとですね。
早々に出た。全開だが避けられるか。避けました。ボスレアはもうとなり、速攻で行くで。アイテムを置いていく。ラスボスです。回転編のボス、ポセイドンです。突然の早送り。これはラスボスの強烈な一撃をお見せすることができそうです。そういうことですか。まだ HP は余裕ありそうですが。ギギギギギギギョー。もう一息だったのですが、岩一発でお釈迦に。一瞬で持っていかれましたね。あれはしょうがないです。次で決めるやで。そうです。ラサルに再生。ポセイドンです。合体する前に倒せ。無理です。水圧砲を4連射したい。連射ドリンクさえあれば。ラザロ倒して8万点もらえたのに。だからラザロじゃないって。合体前に倒すんはハドソンの伝統。果たしてそうだろうか。いつ下水傷です。しかしここまでに下水傷3回。ポセイドンのクリティカルヒット次第では、すでにお釈迦圏内です。いける。いける。もっとライトで。根拠はよくわからんな。とにかくすごい自信だ。スレスレで逃げている。当たらん。水圧砲にヒット。まだまだ。やった。やったで。お疲れ様です。やめなさい。ふひひひ。終わったな。無事クリアできました。ドラえもんはめちゃめちゃやっとったけん、クリアできん不安はなかったけんど、それでも久しぶりだったので、どうなるかはわかりませんでした。結果、何回かお釈迦になって普通にクリア。視聴者さんには楽しんでもらえたか、不安になる内容ですね。これは言わんといて。さて、エンディングですが、毎度同じに、早送りでお届けするで。一応最後までは見ておこうと。長々と視聴者さんに見てもらうのも悪いけど、最後まで見れんのもなんかすっきりせんし。ほな、ちょっとゲームを振り返ろうか。このドラえもん自体は、一つのソフトに3つのゲームぐらいの完成度の高い3ステージ入った贅沢な作りのゲームや、今でもこれぐらい気合の入ったアクションゲームを楽しみたいものですね。シューティングも忘れたらあかんで。慣れるまでは難易度も高く、苦労するのですが、子供の頃はこれがまた心地よく、ええ感じで遊べとったもんやで。本当に好きだったんですね。せやな。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロナは四国メタンさん、カーミー、メイメイひまいさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。